こんにちは。こんにちは。今回は、ここぞな時に自分を助ける品質ワードです。ここぞという時、どんな時でしょどんな時だと思いますか？なんだろう、自分にとってピンチの時とかかな。それもね、ありますよね。なんか叶えたいことがあったとして、それが思うようにうまくいってないなって思った時に、どうやって発想を転換するかってことは大切なことだと思うんですよね。すごく大切だと思います。イルルさんのここぞっていう場面は、例えばどんなシーンでしょうか？なんというか、叶えるより叶えないの方を確信してる時とかね。うまくいってる方ではなく、うまくいっていない方を採用しそうな時っていう感じですかね。はい、そうですね。安心より不安の方に舵取りしようとしてるとか、そういう感覚の時ですね。なるほど。叶えないの方、うまくいっていないの方、不安な方が優位になっているなっていう時は、確かにその自分にとってはピンチというか、どうしたらいいんだろうみたいになっちゃう人は多いかもしれないんですよね。その時ですよ。そのここぞという時に、イルルさんはどんな言葉を自分にかけるんですか？叶ってない言い方から叶ってる言い方に言い換えてます。具体的にはどんな言葉になりますか？叶ってる言い方なので、その時々で違うんですけど、例えば、私は事業を始めて、クライアントが15ぐらいとか少ない時があって、なんか当時、Excel で数字を管理してたので、毎日15っていう、10とかね、15とかっていう現実を突きつけられていたわけですね。で、その時そこそこの生活をするには40ぐらいは欲しいなって、そのくらいで増やしていきたいなって思っていたんですね。なるほど。15から40へ、もちろん事業の内容にはよると思いますけれど、クライアントの数をそれだけ増やすっていうのは、大変だったんじゃないんですかね。で、当時、引き寄せの法則は知ってて、叶った自分の感情を味わうといいみたいに言われてたので、Excel にこんなに早く40に増えるとは思わなかったって吹き出しを入れてたんですね。面白いですね。なんか実際、自分でもその Excel を見るたびに、こんなに早く40に増えるとは思わなかったって目に飛び込んでくるので、15とかの数字にね、現実に打ちのめされても、その吹き出しを見たらクスッと笑えるっていうかね、そういう感覚になってたんですね。こんなに早く40に増えるとは思わなかったっていう表現にポイントがあるわけだね。そうなんですね。これが、例えば単に40になったおめでとうだったら信じられなかったんですね。だって今まだ15しかないわけだから。でもこんなに早く40に増えるとは思わなかっただと、40に増えるとは思ってないっていうニュアンスがね含まれるわけで、だからその吹き出しを見ても嘘をついてるみたいに思わなくて済んだんですね。だからその言葉を使ったから叶った自分でいられたのかなって思います。なるほど。それは褒め練でいうそう思うからそうなるともかなり似てますよね。ほぼ同じですよね。潜在意識はそう思うからそうなる。思ったらなるんだから、思いを決めましょうってずっと言ってるじゃないですか。この話で言えば、こんなに早く40に増えるとは思わなかったっていうのが、当にうまくいった意識、当にうまくいった思いに当てはまると思うんですね。そうですね。こんなに早く40に増えるとは思わなかったっていう吹き出しを見るたびに、もうそうなってるんだよなみたいな感覚になって、なんかちょっと楽しい気持ちだったんですね。そしたら、いつの間にかどんどんクライアントが増えてきたなと思ったら、気づいたら60を超えてて、
その時はちょっとびっくりしました。60、15から60すごいですよね。面白いですよね。これ事業やっている人とか、あるいは副業してる人でも十分に活用できそうですよね。要はイルルは当にうまくいっている自分としてクライアントがすでに増えたっていう感覚で居続けられたということになりますからね。そうなんですよね、今思えばね。だからお金を管理するファイルとか、頻繁に見るものになりたい姿とかありたい自分みたいなのを一言書いておくだけでもいいように思いますね。なるほど、そうですね。もちろんこれはイルルに合っていたっていう話にはなるんですけれども、でも結構汎用性が高そうな気がするので、ピンときた方はね、実践してみてもいいですよね。はい、そうですね。ありたい自分を書いて得することはあっても損することもないと思うのでね。そうですね。で、こういう感じなんですよ。自分を助けるワードっていうのは。で、こういう時に自分はつまずきやすい。だからこそ、ここぞという時に自分を助ける言葉っていうのを持っていると、とても力強いしね、心強いというか、役立つと思うんですね。そうだね。恋愛で言えば、彼と別れて再会できる気がしないって、叶ってない、うまくいってない方が強いなって感じたら、こんなに早く会えるとは思わなかったみたいな感じで、言葉をつぶやくっていうのもいいかもしれないよね。エゴに憑依されて悪い方向一直線になりそうな時に、こういう言葉を使うと、ブレーキをかけることができるように思うんだよね。そうだね。もう二度と会えないっていうより、こんなに早く会えるとは思わなかったっていう方が明らかにうまくいってそうですからね。はい、そうですね。こういう自分なりの言葉って、確かにすごく大切だよね。めぐるはそういうのはありますか？褒めレンで現実と切り離すときにそれとは関係なくという言葉を使うとか、プロセスを考えそうになったらやり方がわかりませんという言葉を使うとかさ、これまで結構お伝えしてきたような記憶はあるんですけどね。はい、そうですね。今のは現実もエゴも気になって OK、それとは関係なくで切り離せと、現実との整合性こそポイ捨て、やり方がわかりませんは願望実現最強ワードなどの動画をね、見ていただくと、よくわかると思うので、概要欄に URL を貼っておきますね。はい。で、めぐるさんがまだ動画で言ってない自分を助ける品質ワードって何かあったりしますか？そういえばこれまだ言ってなかったっけっていう言葉はあります。で、最近思い出したのを一つお伝えすると、これはおそらく慈愛につながる言葉だと思うんですね。はい、慈愛。はい。慈愛って自分を愛すって言われてもそう簡単にできるかみたいな思う人もいると思うんですね。だから褒めレンでは何でもかんでも許すっていうのをお伝えし続けてきたんです。そうですよね。不安になったら不安になってもいいよ。焦ったら焦ってもいいよ。うまくいくわけないじゃんって思ったらうまくいくわけないじゃんと思ってもいいよみたいな感じで、何でもかんでも許すっていうのはもう過去動画で何回もお伝えしてますね。はい。これオウム返し戦法とも言うっていうかさ、湧き出たエゴをそのまま言って最後にいいよってつけることで、何でもかんでも許せちゃうっていう究極のね、慈愛だと思ってるんです。そうですよね。絶対に許せないと思っても、絶対に許せないと思っていいよって、許せないことも許すっていう言い方もしますよね。そうですね。で、実際めぐるはこれが最強の慈愛だろうとは思ってるんですよ。ただ、許すとか許さないとか以前に自分で自分に制限をかけてることっていろいろあって、そこに気づいた時の言葉を思い出したんですね。自分で自分に制限をかける。はいはい。例えば何ですかね、わかりやすいものは、もうこの年だと無理みたいな年齢的なものとかさ、あと恋愛だったら、スペックの高い彼と釣り合うなんて無理とかさ、自らが制限かけてることっていっぱいあると思うんですね。そうですね。なんとかだからうまくいかないとか、何々だから無理みたいなの
は典型的な制限ですよね。そうですね。で誰かがそう言った、世間がそう言ってるっていうのに、飲まれてるケースがほとんどなんですけど、でもそれを自分で確かにそうだって納得して、スペックが彼と私が釣り合うわけないみたいな感じに制限をかけていくと。でその時にですよ、撤廃撤廃っていうのはいいかなと思っていて撤廃するんですね、その制限を。はい。年齢撤廃撤廃、スペック撤廃撤廃みたいなさ、撤廃祭りですね。撤廃撤廃撤廃って3連発もあり、何でもあり、とにかく制限に気づいた時点で撤廃という言葉を使うことで、その制限が解除されるというか、そんな感じですかね。なるほど。それいいですね。もちろん会う人会わない人っていうのはいつも言ってる通りいると思うので、ヒントにしかならないと思うんですけど、こういう感じでね、皆さんも自分を助ける品質ワードをどんどん見つけてほしいと思ってます。はい、そうですね。今のめぐるの撤廃撤廃っていうのはちょっと違うかもしれないけど、私もなんか不安がひどすぎるときに今のはなしみたいにやることがあるんですね。その感覚にちょっと似てるなと思いました。それも良さそうですよね。エゴがひどい時の自分を助けるワードみたいな感じだと思うんですけど、そういうのがあってもいいかもしれないですよね。はい、そうですね。自分を助ける品質ワードっていいですね。ここぞっていう時にいくつもストックしておいて使ってあげる。もうなんかこれだけでね、十分に慈愛になってますよね。なってます。はい。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。